今回はですね、満を持してといいますか、僕もずっとレビューをしたかったアトモスプロジェクトのバターボールを紹介していきたいと思います。このバターボールは2024年の8月にリリースされたモデルになるんですけども、すでに一度再販されていて、もうそろそろこの動画が上がる頃には、2度目の再販が始まっているんじゃないかなと思います。アトモスプロジェクトの中でも非常に人気のあるモデルになるんですが、このバターボールはアトモスがオーガニックに全振りしたヨーヨーとなります。回転力ですとか、いわゆる競技向けな要素は一切付加せずに、オーガニックな要素だけで作られた正真正銘のオーガニックヨーヨー、トゥルーオーガニックヨーヨーとなります。それにもかかわらず、めちゃくちゃ使いやすいんですよね。だからこそ人気のモデルなんですが、今回はこのトゥルーオーガニックであるバターボールの開発経緯ですとか特徴、個人的な感想までしっかりと皆さんにお伝えしていきたいと思います。まずはバターボールのスペックを紹介していきますが、直径が 54.4mm、そして幅が 46.5mm となっています。ミドルサイズになりますが、アトモスらしい丸くて太い印象の外観になります。続いて重量が 64.4g。アトモスプロジェクトの中では重くも軽くもない、中間的なサイズかなと思います。素材は6061アルミニウムを使っていて、ベアリングとレスポンスは C サイズとなります。それではバターボールの外観もしっかり見ておこうと思いますが、まずはこの綺麗なラウンドですね。このトゥルーオーガニックと言わんばかりの美しいラウンド形状となっています。今回は直径が 54.4mm に対して幅が 46mm 台なので、アトモスとしては若干狭めな設定なのかなと思います。この間アップしたこのガムボールの動画でもお伝えしたんですが、ガムボールと同じように少しこの縦長な印象がありますので、若干ハイボール気味な感じですね。そしてサイドフェイスですが、綺麗なカップ形状になっていますね。壁自体は A6061 で作られていますが、ある程度の厚みを保ったまま、ずっと均一に外まで伸びているような感じですね。この外側のリブの部分には盛り上がりというのはほとんどないので、回転力を得るための意図的な外側への重量配分っていうのは特になさそうな感じですね。このアトモスプロジェクトのオーガニックヨーヨーっていうのは非常にこの深いカップになるので、音がちょっと聞こえますかね。カップ形状になるので非常に綺麗な音が響くんですよね。A7068 になるともっと甲高い音になるんですけど、今回6061なので少し低めの長く伸びるような音が鳴っています。でバインドかけた時とかにですね、非常にいい音が鳴るので、そういったところもこのオーガニックヨーヨーの気持ちよさの一つの要素かなと思います。続いてバターボールのコンセプトを少しお話ししていこうかなと思います。バターボールのコンセプトは純粋な楽しさとなっていて、最初にも少しお話ししたように、アトモスプロジェクトがオーガニックに振り切ったヨーヨーとなっています。そして開発の経緯としましては、バターボールはアトモスが作ろうと思って作ったわけではなくって、アベルの3回目の再販を検討する中でいろいろと CAD をいじっていたところ、全く違うものが出来上がったと。でそれがこのバターボールだったということですね。情報をもとにバターボールの家系図的なものをちょっと作ってみたんですが、まずアトモスの初期モデルにはクラウドベリー、ゴージ、ポメロといったオーガニックシリーズがあったんですけど、軽快さのあるゴージ、それから浮遊感の強いポメロ
この2つをベースに作られたのがノーアというヨーヨーになります。このノーアはサイドエフェクト搭載のオーガニックモデルで、サイドエフェクトのないモデルがアベルと考えてもらうといいかなと思います。このノーアやアベル系のオーガニックデザインを引き継ぎつつ、純粋な楽しさを感じられるようチューニングされたのが今回のバターボールですね。リムへの重量配分はおそらくゼロで、その中央からミッドゾーンにより多く配分されているので、フローティーな感覚と動かしやすさが特徴のヨーヨーに仕上がっています。それとですね、これは他の動画でもお話ししているので、詳しくはクラウドベリーですとか、ガムボールのレビュー動画を見ていただければと思いますが、このバターボールにはシュムーブステップ、このバンプの周りのステップですね、このシュムーブステップを廃止した最初のモデルでもあるんですね。もともとはこんな感じで高いステップがあったんですけど、このような高いステップがなくても中央寄りの重量配分が実現できるようになった結果、全体的な見た目の印象としてもさらにオーガニックに近づいたということですね。そしてよりオーガニックに近づいた最初のモデルという意味でも、このバターボールはとても貴重かなと個人的に思っています。続いてバターボールの使用感ですね。少し自分で振ってみた感想っていうのをお伝えしていこうと思いますが、まずオーガニックなラウンドなので非常にスローがしやすいですね。これはアトモスプロジェクトのヨーヨー全般に言えることなんですけど、非常に手の中への収まりが良くてスローがしやすいですね。そして回転している感覚なんですが、やっぱりこの外側への重量配分っていうのが非常に少ないなっていう印象があって、直径は 54.4mm しかないんですけど、直径で回ってるような感覚、この外側への重量配分があるヨーヨーでふわっと回ってるっていうよりかは、直径の大きなヨーヨーが強くゆっくり回ってるような感覚を感じます。実重量としては 64.4g になるんですけど、使ってる感覚としてはもう少し軽い 62g ぐらいかな。それぐらいの感覚で振れます。非常に軽快に動いてくれるので、軽くてスカスカっていうよりかは軽やかに切り返して動いてくれるような印象が非常に強いです。それとですね、これはこの言葉で表現するのが非常に難しいんですけど、ジューシーな感じ、ちょっとこの回転にスカスカな感じがなくって、ジューシーな感じがあるんですよね。これはですね、ちょっと言葉で伝わらないと思うので、ぜひ皆さん振ってみてほしいなと思うんですけど、何か軽いものが単純に回っているというだけではなくって、少しこの、ジューシーさがあるんですよね。ここがね、バターボールの非常に気持ちいい要素かなと思っています。これはガムボールの時も同じ感覚だったんですけど、このバターボールもですね、非常にこのキックバックが優しくて、バインドで戻ってくる時もとても優しく手の中に戻ってきてくれます。はい、それでは最後のまとめに入っていこうと思いますが、今回はアトモスプロジェクトのバターボールというヨーヨーを紹介しました。2024年8月にリリースされたモデルなんですが、すでに何度か再販もされていて、再販のたびに完売してしまう非常に人気のあるモデルとなっています。でこのバターボールはアトモスプロジェクトがオーガニックに振り切ったヨーヨーということで、回転力の要素っていうのを重量配分では全く出していないんですね。なので純粋にこの 54.4mm の直径で回っているという感覚になります。でやっぱり A6061 そのものの柔らかさもあって、それからこのラウンド形状というのもあるので、非常に心地よい回転を感じることができますし、それだけではなくって意外と傾きやすさとかこの回転の悪さっていうのは感じないので、モノメタルとして非常にこのカジュアルに
遊べるヨーヨーかなと思います。でこのバターボールを大型化したのが、前回の動画でも紹介したこのガムボールになるんですが、このガムボールとバターボールは本当に兄弟のような感じで、バターボールの感触をもっともっと強くしたのがこちらのガムボールという感じになっています。そして、今回紹介したバターボールと非常にこの似通ったヨーヨーで、クラウドベリー OS というモデルがあります。こちらも別の動画で紹介してますので、ぜひご覧いただければと思うんですけど、クラウドベリーとバターボールはやっぱり見た目はすごく似てるんですが、全然振り心地の違うヨーヨーになっています。これはですね、いろいろ僕も語りたいことがあるので、また別の動画で紹介していこうと思いますが、この辺のオーガニック機種の振り比べも非常に楽しいのかなと思います。バターボール2度目の再販がもうすぐあるはずなので、もし気になる方はぜひチェックしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。